高級クラブって首とかあるんですか？あるよ。でも葵さんみたいに真面目にやってても売り上げがない。結果がずっと出ないとクビっていうのとはちょっと違うんだけど、入れなくなってしまう、ライバーにしてはライバーからお客さん引っ張れてないな。まだまだですね。頑張んないです。まあまあ、葵と申します。ありがとうございます。でもね、仕事できるから顔見て顔はでかいんですよ。そういうことです、そういうことです。ピロピロの海久しぶりに見ました。可愛い。葵さんってもしかして笑い声あえて大きいじゃないですか？いや、多分もともとでかいと思うんですけど、なんだろう、飲んで楽しいじゃないですか。笑い声につられるとかあるじゃないですか。だからなんかお上品に笑うよりもなんかゲラゲラ笑ってた方がなんか本当に楽しんでくれてんだなじゃないですけど、お客さんも思ってくれるのかなと思って自分もやっぱり笑っちゃいますね。葵ね、あんまりリクエストがかからないことが気になってはいます。男性受けする女性と意外と女性には受けるけど男性受けしない女性っているんですよね。男性受けしないタイプなんですよ。頭もいいんでしょうけど、だからサバサバしてるんでしょうけども、隙があんまりない。甘えることとかしないじゃないですか。じゃあそれを補うのに自分というキャラは何をしたらいいかって考えると、多分彼女だったらきちんとした銀座らしいメールとか LINE の送り方だったりとか、贈り物をしたりお客様にどれだけまめに受け合えるかなので、彼女はそこを頑張らないといけないと思いますね。これなんですか？遅れがまだ、タクシータクシーがまだ。タクシーって自腹ですか？自腹です。遠いんですか？どこですか？池袋です。どのくらいだろう、結構かかります。5000円ぐらい。5、6000円で、私いつも高速使ってもらってるんで。じゃあもっとかかるじゃないですか。なんかもったいないですねそれ。友達のバーでバイトしてたんですよ、でそれが池袋だったんで池袋に引っ越したんですけど、なんかライバーやりながらバーってバーの方拘束時間長いんで、葵様って初めに今度一緒にポチとうちの犬とドッグランかデート？ドッグランデートってことですか？ライバーが全然できなくなっちゃったから、なんか自分の身にならないなと思って、また普通にクラブとかキャバクラかなんか普通に夜の業界にまた戻ろうと思って戻ったんですけど、それで7円に入ったんですそうです。あれ彼女ライバーなんですよ。ライバーなの？はなんか聞いたことあるような気もする。ライバーだったっけ？そうですか、はライバーにしてはライバーからお客さん引っ張れてないな。過去にやっぱコロナ中とかライバーだった女の子いるんですよ。コロナ前からか。人気ライバーだった子うちで2人ぐらいいましたけど、2人とも普通にライバーのお客さん呼んでましたからね。50万とかバーンとお支払いするようなお客さんもいたりしましたんで、まだまだですね。愛嬌はあったんだけど、サバサバしてて、あと声がでかかったりとかね、ギャーみたいな、それがなんかこう悪いようにみんなに取られてたわけ。じゃあママとご一緒の席、これ七井ママもそうだし他のママたちもそうだけど、緊張して一緒だとこわばっちゃってて良さが出せないから誤解されて
あの子全然できないみたいな、あの子全然できないみたいな。そのキャバ嬢時代のお客さんって今この七重には連れてきてるんですか？一応やっぱりインスタ見てる方が多いから、インスタで7位に入りましたっていうのを見てる方は知ってるから7位入ったんだみたいないただくんですけど、ちっちゃい箱のお店で働いてたんで、多分高級店ってなるとちょっと敷居高いっていうかなんで気軽にこうお誘いできないというか。やっぱり自分のお客さんを作らないとやっぱお給料上がらないですよね。頑張んないと。高級クラブって首とかあるんですか？あるよ、あるんだ。あるよ、逆にあるよ。普通の会社じゃ首できないじゃないですか。まあよっぽどねコンプライアンスに反してる場合はあるよね。でも葵さんみたいに真面目にやってても売り上げがない。結果がずっと出ないと、首っていうのとはちょっと違うんだけど、まあ、入れなくなってしまう。自分の心もどんどんさこう折れていっちゃうし、悪いこうネガティブなサークルに入ってしまうというか、ノルマもできなかったらね、給料も少なくなってしまったりもするし。そうこういろいろあったじゃないですか、もうそろそろクビかもしれないとか、こうギリギリのところちょからうどもうギリギリの時 V 字回復でにすよ。ちょうど YouTube で見たお客様が来てくれる。そうですそうですそうです。だからまあこれもあったからもうちょっと待ってくださいってあったね。言ったらい今やーよかったよ。すごい良かった。本当ね、ビトンさんにビトンさんのおかげありがとうって。いや本当ありがとうございます。そんなことないんですけどなんか YouTube 見てきましたって言ったら結局目当ては伊佐さんとかママとかじゃないですか、なんか若手に目がいったね。そうそれがなんか嬉しかったです。光が当たった光が当たった。でもこれ撮られてるの面白いねいつも配信しながらね化粧とかしてるけど、最近もうずっとデコ出してるもんね。そうですね。もう一回前髪上げ始めたらもうなんか邪魔になっちゃって、下ろしてるのがそれに慣れちゃって。ある時に着物着て来たの初めて。1階のカウンターに座ってて、私おはようございますってなんか同伴の時があって時に、どこの売り上げの女性来たんだろうって思ってスタッフにね、どこの方って聞いたら、可愛いです、嘘でしょみたいな。でもう一回戻って、本当だみたいな。だから上げた方がこの子綺麗なんだと思って、お顔が綺麗だから、だから前髪上げなさいって、絶対そっちの方がいいからって言ったら上げるようになって、で今の感じですっごく綺麗になったように見えるけど、元の顔とか変わってないから、見せ方が上手になったんじゃない？やっぱみんな銀座っぽいっていうか、なんかいつもと違うみたいなのはすごい言われました。そう、大人っぽいみたいな。そういえばこの間インタビューしてもらったじゃないですか。あの後なんか同伴の場所に歩きながら一人反省会してて、私マジ言葉足らずだなと思ってストーリー見ましたけど、はい、おしゃれなもの食べてましたね。食べさせていただきました。キャバクラの時は割ともう全然居酒屋さんとか普
普通のところが多かったんですけど、同伴で居酒屋行くんですか？全然行ってました。そうなんか綺麗なレストランみたいな、すごい連れて行っていただいて。礼儀とか作法とかなんかでも気をつけますね、食べ方とか。それこそ美里さんにいつも指導いただいてますけど、そうでもなんかお酒入ったりとかすると私もやっぱりなんか酢出しすぎちゃう時もあるんで、それ気をつけないとなと思って。いつもこんな早いんですか？15分入れた。同伴の時だ。今日これから同伴。そうですそうです。結構あれですか？髪型変えると着る服も変わるんですか？でも変わりましたね、やっぱ前に比べたら。もうちょっとなんだろう、綺麗めだけどカジュアルっぽいっていうか、コートとかもそうですし、なんか全然違かったですけど、今はなんか、普通に同伴とかそういう風に行く時とか、銀座でもこう着てても恥ずかしくないっていうか、もっと綺麗めの服着るようになったっていうか、そう上品な。そうです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 。なんかでもやっぱ気持ち変わりますよね。こう背筋も伸びるし、なんか全然変わります。意識が常にこう意識して歩けるようになったっていうか。お客さんに連絡返してました。同伴？じゃないお客さんに。営業ラインもしますし、起きてからお客様に大体連絡するんですけど、昼過ぎぐらいに。もうそこからずっと続く方続いてるんで、それでずっと返してます。営業中はそんなに返せないですけど。じゃあそれを補うのに自分というキャラは何をしたらいいかって考えると、多分彼女だったらきちんとした銀座らしいメールとか LINE の送り方だったりとか、贈り物をしたり、お客様にどれだけまめに受け合えるかなので。葵さんは月に何回ノルマ同伴しなきゃいけないんですか？月5回以上ですね。5回以上。はい。そのノルマはクリアできてるんですか？クリアできてます。でも最初の頃は全然できてなかったです。大変ですね。大変なんだ。大変です。キャバクラとかだとその指名のお客様の売り上げじゃないとあれですけど、ここだと同伴が、例えば別な係のお姉さんがいても自分が同伴したら同伴のロマに入れられるので、その分はすごい助かりますけど。でもそうですね。その同伴すごいしてるお姉さんとか、そういう方にこう相談したりとかして、その LINE の仕方変えたりとか。なんかね、同伴のアドバイスみんなから聞かれるから誰から相談受けたかわからないみんなから聞かれるけどさ、もうさ、これはどうやったら同伴取れるかって、やっぱ長さもあるし、そのタイミングもあるし、やっぱお姉さんとかに気に入られるのが一番ですよ。ママとか頑張ったからあの子呼んであげてよってなるから。断られる時もありました。もうちょっと仲良くなってからねとか。そのストレートに言う？はい言われました。でもやっぱりね、来ていただいてるんで楽しんでいただくのが一番なんで、お客様にも好みがありますし、それはね、お客様がハマる女の子でいいと思うんで、そこら辺はあんまり気にしてないですけど。なんか美里さんから聞いたんですけど、前に葵さん結構入店してから、あんまりお客さんも作れず、ちょっとこう先輩たちから、誤解みたいなのを受けてたという。受けてた。ご存知ですか？受けてたっていうか、それを私は美里さんから聞いたから、ママに「葵ちゃんはいい子です」って LINE 送ってください。もったいないと思って、歌って踊れて、で席も明るくできるのに、このままねダメになるのもったいない
てママには LINE したことある。お邪魔いたします。あ、お邪魔いたします。お久しぶりです。はい。はしごですか？肉はしごすごいですね。不思議な関係方の息子さんです。ですよね。ちょっと感づいてました。勝手に。はい。敬語じゃない、タメ語だし。でも仕事する。かわいい。作ったんですわ、ゆりんちゃん早、おはよう。お疲れ様。ハートミレス、ありがとう。あ、音出してない。久しぶり。太郎おはよう。なんだねじゃねえのよ、シェアしたわよって。お疲れ様。あ、シュークリームさんいてくれてるじゃん。あ、お疲れ様です。もう心臓止まる寸前ですがね、心臓止まる寸前よって一回も止まったことないから大丈夫よ。なんだかんだ言って。そういえば聞いてください。聞きますよ、聞きますよ。でも今日入試だったもんね、昨日か。葵ちゃんの配信始まるまでコイン集めて20分で110コイン集まるのさすがすぎ。ありがとう、マジありがとうね。天才か。始まった始まった始まった。おかしいなーっつって、やだーっつって。なんでよ。3時になったらおしまいにします。ありがとうね。H 君ありがとう、ゆりんちゃんありがとう、たありがとう、みんなありがとう、ランホもありがとうございました。じゃあおやすみっつって。お疲れ様です。見れてよかったです。ありがとう、みんなありがとうね。また次配信するとき告知します。じゃあね、みんなお疲れ様、おやすみなさい。じゃあね、ゆっくり休んでください。ありがとう、おやすみなさい。終わりました。こういろいろあったじゃないですか、もうそろそろクビかもしれないとか、こうギリギリのところちょからうどもうギリギリの時 V 字回復にですよ。ああ、はい、言われました言われました。で聞いたんですよね。はい、当時は全然そんな話は聞いてなかったんですけど、まあでもなんだろう、実際リクエストそんなにかかってなかったですし、自分のお客さんもそんな持ってたわけじゃなかったんで、全然売り上げ持ってないし、まあ傍から見たらね、まあ使えないヘルプっていうか感じだったと思うんですよ。首寸前だったっていうそうでもその中で美里さんが「いや、あの子は大丈夫だから本当もうちょっと待ってほしい」ってずっと止めてくれてたらしくて、そう、私の首をつなぎ止めてくれました美里さんが。後からもう言われましたけど聞きました。なぜそこまで美里さんをフォローするんですか？なんだろうな、私は真面目にやっててバカを見るようなお店にしたくないのね。一生懸命真面目にやってて、その見えない努力ってすごい大事で、私がヘルプ時代にそれを見てくださってたママがいてね、すごく感動したの。私は必ず7時までに支度を終わらせて、で銀座で待機してたんだけど、ある時に美容室でママに会って、その当時のママにお会いして「あれって美里同伴?」って言われて「いや、ないんです」と。ないんですけど、ないからこそ早く来て、何かこう急なラッキーもあるから今すぐ誰か連れてきてとか言われた時に対応できるようにしてるんですって言ったら、その心意気がいいと。
その姿勢もいいしって、それがすごい感動したのよ。だからなんかそういう風にひたむきに頑張ってて結果が出ない子をすぐ切るような女子になるのをやめようと思った感じ。なんでそこまで引き止めてくださったんだろうと思って、私人見る目だけはあるからみたいな、そうと思ってプレッシャーするいや嘘です、余計頑張んなきゃと思ってでも嬉しいですけどね、そうやって言っていただいて、期待を込めてそういう風に言ってくださってると思うんで、なおさら本当にもっと売れないとと思います。やっぱり私入ってからもうたくさんの女の子ね入れ替わってるんで、それでもねずっといるんで、なおさらもっと頑張んなきゃと思いますよね。やっとお客様に顔を覚えてもらえるようになったんで、ちゃんとそうです、リクエストもいただけるようになったし、売り上げもね自分で頑張って立たないと